皆さんこんにちは、マイランです。すでに私のことを、知っている方も、初めましての方も、この動画を通じて少しでも私のことを知っていただけたらと思い、自己紹介動画を作りました。はい。もともとこのチャンネルは私の、友達や家族との旅行の動画を、共有する場として活用していたんですけれども、嬉しいことにこんな私の動画でもたくさんの方々に見ていただいてて、私の動画を通じて日本語の勉強をしていらっしゃる方だったりとか、あとはベトナムに興味のある日本人の方、他の国の方々もそうなんですけれども、あとは一番多かったのがデルタのアメックスゴールドで、どんな恩恵が受けれるかっていう、そのベトナム航空使った時の、はい、これらの動画を見て登録された方々がいらっしゃるんですけれども、こういった方々のために今後お役に立てるような動画が作れたらなと思って今回自己紹介動画を撮ってます。はい。ちょっと長々と話すのもあれなので、Q&A 方式で簡単な自己紹介をしていきたいと思います。で、もし気になることがありましたら、ぜひコメントで、はい、書いてください。改めまして、マイランと申します。チャンネル名にもなってる日本生まれ日本育ちのベトナム人です。はい。2025年にもなってね、未だにこんな人種の話してどないすんねんっていう感じなんですけれども、私がなぜこういうふうにベトナム人ですってこだわって言ってきているかっていうと、おそらく今日本に住んでて、街中歩いてても多分一人ぐらいはベトナム人の方見ると思うんですね。全ての方がポジティブに見られているわけじゃなくて、やはりテレビとか報道でもあるように犯罪を犯す一部の方々のせいで、私たちのような人がちょっとすごいマイナスなイメージがついて、そういった風に見られるっていうのもあるので、少しでもこのチャンネルでイメージが良くなればなと思ってます。はい。で、私は生まれてから高校卒業するまでの18年間は大阪のパナソニックで有名なエリアに住んでました。はい。で、2ヶ月前までは約5年間東京の方で仕事で住んでいて、その前は6年半くらいアメリカの方に住んでました。なんで日本に住んでるのっていう質問なんですけれども、おそらくこれは多くの方、私のチャンネル登録している方で1人や2人くらいは必ず思っている疑問だと思うんですけれども、私の父はベトナム戦争の後に10代の後半でボートピープルとして日本にやってきました。はい。そして、後にベトナムに奥さんもらいに行って、それがうちの母なんですけれども、で、私が生まれました。はい。なので、今ね、日本にたくさんのベトナムの方が住んでいると思うんですけれども、せっかくなのでね、別の動画で、どういったベトナムの人が日本に住んでいるかっていうのをちょっと詳しく今度紹介できたらなと思ってます。で、日本に住んでるベトナム人で結構有名な方が女優でフォンチーさんっていう方がいるんですけれども、おそらく東京の代々木公園のベトフェスでよく MC とかしてるので知ってる方いるかと思うんですけど、もともとアイドリングっていうアイドルグループで歌手をされてて、でその後に女優として有名な作品だと東京 MER の看護師の技能実習生のミンさん役で出てた方ですね。はい。で、今までそのフォンチーさん出てくるまで、日本に、私のようなベトナム人がいるっていうことを全然意識したことがなかったので、なんかちょっと新鮮でしたね。ファンです。このチャンネルでは、今後どのような内容で発信していくかっていうことなんですけれども、もともと、家族だったり友達に、私の旅の Vlog を共有してただけのチャンネルだったんですけれども、せっかく、新しい方々にも見ていただいているので、私のような、日本で生まれたけど両親がベトナム人だったり、他にもこれから日本に来たいっていうベトナムの方だったり、日本語の勉強しているって方のお役に立てるような動画を作れたらなって思ってます。あとはやっぱり悲しいことにね、ベトナム人に対してちょっとネガティブなイメージを持ってる日本の方も少なくはないので、その方々にも少しでもいいイメージがつけばなっていうことで、はい、これから動画制作をしていけたらなって思ってます。ベトナム語は話せるのなんですけれども、すいません、実は話せないです。私、実はベトナムに住んだことがなくて、やはり日本で
生まれ育って、で、なかなかベトナムを使うっていう環境がないので、親としかベトナム語で話さないし、やはり親との会話で限られた単語しかわからないので、ちょっとね、ビジネスで本当は使いたいんですけど、今ちょっと勉強中です。はい。レストランのメニューは読めます。はい。食い意地張ってる人みたいな。はい。仕事は何しているのなんですけれども、実は2ヶ月前まで東京で会社員やって、で、今年から、フリーランスで全国通訳案内士の資格を活かして、京都を中心に、プライベートの、インバウンドの英語ガイドをしています。はい。日本とベトナムの違いについてなんですけれども、日本ってやはり伝統とか規則とか守ってマナーがいい方が多いので、街中とかすごい綺麗、ゴミあんま落ちてなかったりとか、ゴミ箱がない街中でもやっぱり綺麗ですね。みんなやっぱりちっちゃい頃から街をきれいに保つみたいなことは植え付けられてきた教育受けてたんで、ゴミがあったとしてもやっぱり自分で持って帰ったりとか、そういったマナーがいいところが、日本とベトナムちょっと違うのかなと思ったのと、あとは、やはりインフラとか水がきれいっていうのも日本の自慢できるところというかいいとこですよね。で、ベトナムもいいとこといえば住んだことはないんですけど、やはり旅行で行くたびに思うのが家族の絆がすごい強いなと思いました。やっぱりまだまだ田舎っぽいところがあって、親戚の集まりとかは絶対だし、遠く離れてても遠いいとこはとこの、子とかもまだつながっているし、そうですね、日本にいると、おそらくやっぱり親戚とか深入りしないような家庭もあったりするんですけど、まだまだベトナムは家族を大事にするなんていうんですかね、民族だなと思います。あと、水に関してなんですけど、ベトナム頑張ってほしいのが、最近地下鉄とかできてね、インフラも整ってきてるんですけど、やっぱ水がまだまだ飲めないので、毎回食中毒になるので、ね、あと数年後にはね、もう綺麗な水がありますようにって願うばかりです。好きなベトナム料理についてなんですけど、昔子供の頃はバンカンっていううどん、タピオカ麺でできたうどんみたいなスープが好きでしたね。はい。で、ちょっと最近大人になって、ちょっとえぐみとかいけるようになったんで、文房フエってやつ、発音合ってるかわかんないですけど、が好きです。はい。そうですね。で、あとニッチなんですけど、アメリカのカリフォルニア州のウェストミンスターっていう地域、リトルサイゴンで有名な、ベトナム人街があるとこなんですけど、そこに売ってるフォー、深夜までやってるフォー屋さんがすごい美味しいので、はい、おすすめです。以上が自己紹介の Q&A になります。はい。日本にいるベトナム人として感じていることや、やっぱり2世として生きていく上でいろいろ感じたことはあるので、これから、少しでも多くの方にこういった価値観もあるよっていうのを知っていただけたらなと思います。やっぱ私みたいに2世でもベトナム語全く話せない方とか、やっぱり自分のアイデンティティを隠して生きていってる、ちょっと苦しんでいる人たちもいるみたいなので、少しでも胸を張って生きていけるような、そういった環境になれたらなって思ってます。なので、皆さんがこういった、なんていうんですかね、ベトナムと日本の文化の中で、気になることだったりとか、興味があることがありましたら、よろしければ、コメント欄にぜひ書いていただければと思います。はい。では、この動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。